こんにちは、ゲームギークです。スティールシリーズから発売された軽量ワイヤレスゲーミングマウス、AirRoX 3ワイヤレスをレビューします。これ最初読み方をですね、AirRoX なのか AirRoX なのか迷ってたんですけど、どうも AirRoX みたいですね。実は AirRoX 3には 57g の有線版も存在するんですが、今回紹介するのはワイヤレスマウスとしてはかなり軽い部類となる 66g の無線版。その外観と性能について見ていきます。まずは開封していきます。中に入っているのはマウス本体。持つとね、かなり軽いですね。USB レシーバードングル。サイズはやや大きめ。端子が Type-C です。正直言ってここは普通の USB-A が良かったんじゃないかな。PC によってはフロントパネルに Type-C がまだないこともありますので、ちなみに私のパソコンのパネルにはありません。USB レシーバーの延長アダプター。両側が Type-C 端子となっています。もし PC に Type-C 端子がなければ、付属の USB ケーブルをこれに接続してドングルを使う必要があります。布巻きの柔らかいケーブル。デバイス側は Type-C、PC 側は Type-A となっていて、長さは 1.8 メートルです。多言語の説明書、同梱物は以上です。AirRoX 3ワイヤレスは左右対称型ですけど、サイドボタンは左サイドのみなので、実質右手向けのゲーミングマウスです。このマウスボタンのあたりとかやや角張ったデザインをしていて、好きな人には刺さりそうですね。クアンタム 2.0 ワイヤレステクノロジーが採用されていて、デュアルチャンネルで安定したパケット損失のない低遅延通信を実現しています。マウスとレシーバーのデータ転送に2つの周波数帯を使用していて、片方が干渉された時にもう1つのチャンネルにすぐ切り替えて安定した接続を維持するシステムです。この技術かなりすごいです。全然電波が悪くならないです。サイズは実測で長さが 119.2mm、グリップ幅は 58.3mm、高さは 37.6mm でした。分類は中型サイズです。ダイヤ型のハニカム構造。もはやダイヤだったらハニカムとは言わないのかもしれません。トップとボトムが全体的に軽量化されています。マウスボタンにまで穴が開いているのが気になるかもしれません。マウスボタンは低めのロープロファイル設計。トップのアーチにはそこまで角度がついていなくてフィット感が良いです。かぶせ持ちでは手をリラックスしておけますけど、マウスボタンが低いのでぴっとりと包み込めずに、ややマウスボタンが押しにくくなるかなという印象です。一方、つかみ持ちは手の腹がうまくマウスのトップにフィットするので、かなり安定感があります。持ちやすいです。つまみ持ちはマウス自体かなり軽量ですし、左右のくぼみの部分がですね、親指と小指に引っかかってコントロールが効きます。ただサイドボタンにプリトラベルが結構あるので押しにくいかも。素材は ABS でできているみたいで、滑らかというよりは少しザラついた感触。汚れはややつきますが、強く拭かなくても綺麗になるので、掃除は割と簡単です。重量は実測で 68.1g でした。ワイヤレスの中ではトップクラスに軽くて非常に使いやすいです。同じくスティールシリーズから出ているコスパ抜群の低価格エントリークラスマウス、ライバル3とシェイプはそっくり。このマウスをより軽くし、ワイヤレス化して、センサーなどをアップグレードしたのが AirRoX 3。なのでお値段はだいぶ違いますね。センサーは後ろ寄りに位置しています。手首でエイムする人には若干影響するかもしれません。重心は少し後ろ寄り。そこをハニカム構造にしている軽量マウスってそのあたり脆くて強めに押すと壊れそうで怖いんですけど、このマウスは薄いプラスチックのような光るプレートが挟まれているので実はかなり頑丈です。ただこれプレートなしにしてハニカムやめてもそんなに変わらなかったんじゃないかなと思いますね。センサー型番は TrueMove Air、PixArt 製で最大 DPI は 18000 です。ゲームプレイ中に問題が出ることはなく良好でした。ワイヤレスマウスの宿命として USB ドングルからマウスを離してしまったり、障害物を挟んでしまったりすると電波が悪くなって悪影響を及ぼすんですけど、このマウス今まで使った中で一番電波がいいです。障害物を挟んでもかなりアダプターから離れてもマウステスターで綺麗な波を描きました。クアンタム 2.0 ワイヤレステクノロジーのおかげだと思いますが、この技術すごいですね。なのでこのマウスに関して言うと USB レシーバーをどこに挿しても全く問題ないです。延長アダプターとケーブルを使えば机の上に置くこともできるので、もし調子悪いかなと思ったら試してみましょう。マウスフィートは大きくて丸いものが四隅に、黒い PTFE で 100% PTFE じゃないので普通の滑りです。別のサードパーティー製に変えた方が調子いいかもしれません。センサーのすぐ上にはスライド式スイッチ、Bluetooth、OFF、2.4GHz の3つ。本マウスは 2.4GHz だけでなく Bluetooth でも接続できますが、ゲームをするときは遅延が少なくてレポートレートも高い 2.4GHz がおすすめです。2.4GHz に倒すと水色に点滅して信号を探し始めます。もし USB ドングルが PC に刺さっていればすぐに接続します。
Bluetooth だと分かりやすくもっと濃いめの青色で点滅します。バッテリー持続時間は 2.4GHz で80時間、Bluetooth で200時間となっています。他のワイヤレスマウスと比べても少し長めです。これはライティングオンの状態での数値なので、独自のワイヤレスシステムのおかげで省電力化もされています。USB-C なので15分の急速充電で40時間のバッテリーを確保できてしまいます。40時間がどっちのモードなのか明記されてないんですけど、Bluetooth だと仮定して5分の1はチャージできる算段です。デフォルトでは5分でスリープする設定になっています。今スリープに入りましたが、スリープからの復帰はセンサーを動かしただけではダメです。マウスボタンをクリックしなければいけません。レーザーシリーズみたいにセンサーが動いたら復帰という仕様だったら最高だったかも。でも逆にちょっと動いたくらいじゃ復帰しないので、その仕様がいいという人もたくさんいると思います。アクアバリア IP54 保護という機能も特徴の一つ。防塵・防水性能 IP54 は防塵としてはトップクラスですが、防水は水の飛沫を防ぐ程度です。保護されていないマウスよりも耐久値は当然ありますけど、水に浸ったら壊れる可能性が高いです。ジュース一瞬こぼしたくらいなら大丈夫かもしれません。全体的に問題ないビルドクオリティで、普通に使う分には全く問題ありません。ですが、トップ部分を強く押すとね、DPI が反応するといった程度の歪みはあります。誰もこんな押し方しないと思いますけど、一応話題に挙げときます。ちなみに分解しようとしたら、星型のネジでトルクススクリュードライバーが必要だったので諦めました。AirLox 3ワイヤレスのリフトオフディスタンスの距離を調べます。LOD は 1.3mm でした。もうちょっと短くてもいいかなというところですね。ソフトウェアでは調整できないので、変更したければ物理的に色々試すしかないです。次にマウスボタンについて見ていきますが、まずはマウスクリックを聞いてみましょう。ゴールデンマイクロ IP54 スイッチ搭載、防塵・防水機能を持ったメカニカルスイッチ。クリック感は硬めで跳ね返りは強め。プリトラベルとポストトラベルはほどほどあります。サイドボタンは細め。プリトラベル、ポストトラベルは結構ある印象ですね。特にこっちのリアサイドのボタンは深く押し込まないと反応しないため慣れる必要があります。結構小ぶりなマウスホイール。ラバーデザインは独特です。ホイールの回転はかなり静かで、回し心地は軽すぎず重すぎず普通。DPI スイッチ、サイドボタンと同じくらい細いです。ホイールからは少し距離があるため、5クリックの心配は少なそうです。ワイヤレスの充電用ケーブルなのに、柔らかくてかなり使い心地のいい布巻きタイプのケーブル。なので、接続したまま有線で充電しながらプレイするなんてのもありですね。AirLox 3ワイヤレスの底にはぼんやり光るプラスチックが仕込まれています。よく見るとこのように発光部分が視認できて、ちょっとダサいなって感じですね。スティールシリーズエンジンという専用ソフトウェアをインストールすれば細かい設定が可能になります。ここではボタンアサインの変更ができます。マクロなんかも作成して割り当てることができます。その下には Bluetooth モードと書いてありますが、ここには注意書きが書いてあります。Bluetooth にするとボタンのバインド、バッテリー設定、CPI 以外は全部デフォルトに戻って、ポーリングレートは 125Hz に固定されると書いてあります。右側では CPI の設定が変更可能です。それぞれの数値をスライダーを動かしたり数値を打ち込んだりして変更できます。その下にはバッテリーセーブ設定。これはスリープに入るまでの時間を調整できます。オフにもできるし、最大で20分まで設定可能です。私はデフォルトの5分のままですね。イルミネーションディムタイマーはライティングが薄暗くなるまでの時間設定。これもオフから最大20分まで。電池の寿命を伸ばす高エフィシェンシーモードという噛みそうな設定がありますが、これをオンにすると電池が長持ちする代わりにポーリングレートが 125Hz に固定されてしまうので、あまりお勧めしません。イルミネーションスマートモード。書いてある通り、オンにするとマウスが動いている間だけライトが消えます。省エネになっていいかもしれません。アングルスナップ。これはゲームをする上では邪魔になるのでオフ推奨です。で、この加速減速ですね。これも FPS などでは一定のスピードでエイムする必要があるのでオフにしておきましょう。はい、ポーリングレート。1秒間に何回マウスの動きをパソコンに報告するかのこと。一般的なのは 500Hz か 1000Hz で、このどちらかを選びましょう。
イルミネーションタブをクリックするとライティングの設定変更ができます。このように3つのパーツに分かれているので、セクションごとに色の変更ができます。例えばね、上と下だけ光らせて真ん中を光らせないなんてこともできます。ソフトはだいたいこれくらいかな。実測値で 68.1g という超軽量なワイヤレスマウスである AirRox 3ワイヤレスは、つかみ持ち、つまみ持ちメインの方にとってかなりいい相棒になるかも。特にライバル3のシェイプが好きだったらドストライクでしょう。マウスの端子が USB-C なのは非常に喜ばしいんですけど、なぜか USB ドングルも USB-C になっているのがちょっと疑問。まだまだ PC のフロントインターフェースは USB-A が多いですからね。ハニカム構造だと基板周りが心配になりますので、防塵・防水性能は嬉しいです。ワイヤレスマウスとしては値段的に安く、後発にしては上位に食い込んでいくマウスだと思います。特にワイヤレス接続の強さは比類がなくて最強です。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画で。